にちは、もつにです。私は栄養士を契約満了で退職しました。そこで憧れの北海道キャンピングカー旅に出かけました。最後まで見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございます。私は30歳目前のアウトドア大好きもつにです。1週間前に管理栄養士を契約期間満了で退職しました。なので今回は退職祝い北海道キャンピングカー旅します。旅好きの私は70リットルのバックパックスタイルです。145センチの私の半分をリュックが占領しています。福岡空港から新千歳空港へ旅立ちます。ドキドキの離陸成功しました。2時間半の空の旅、ダラダラして過ごします。北海道の綺麗な夜の明かりが見えてきました。ありがとうございます。札幌に着きました。お腹が空いたので到着早々ラーメンを食べに行きます。空港のラーメン道場には10店舗もあるので迷います。いつも行列のできる一元に行ってみます。エビ味噌味わいを頼んでみました。エビの出汁を使った個性的な珍しいラーメンです。そのままだとエビ感が強いので味わいを選びました。味わいは豚骨スープがプラスされていてこってりしています。エビのうまみと絡んで本当に美味しいラーメンでした。今日はホテルで泊まって明日からキャンピングカー旅です。30分ほど乗って念願の札幌駅に着きました。さらに電車に乗って北海道随一の繁華街すすきのに着きました。都会でピカピカすぎてワクワクが止まりません。ホテルに到着しました。荷物を置いて少し出かけます。実は今回から旅の仲間が増えました。インスタ360エースプロ2、インスタ360さんからご提供していただきました。世界最高峰のカメラライカと共同開発されたレンズを搭載しています。 8K の高画質撮影ができる最先端のアクションカメラです。札幌の夜景を撮影しながら画質の凄さを2点紹介します。まず画質の比較です。ライトアップされた札幌テレビ塔です。1080ピクセルではタワーの照明にもやがかかっています。8K で撮ってみました。もやがなくなり画質がぐーんと上がりました。超小型なのに 8K の高画質を撮影できる有能なアクションカメラです。次に暗所での撮影モードです。まず通常の 4K で撮ってみると夜間なのでもちろん顔は真っ暗に映ります。しかしエースプロ2から搭載されたピュアビデオモードではまるで照明が当てられているかのように
顔をはっきり写すことができます。以降インスタ360で撮影したものは左上に表示します。新しい相棒で北海道の絶景を撮るのが楽しみです。今日は移動だけでしたが、大荷物をからってとても疲れました。明日は6時起きなのでもう寝ます。おやすみなさい。おはようございます。北海道2日目です。今日は待ちに待ったキャンピングカーとご対面です。運転できるか不安になりながら向かいます。角を曲がると憧れのキャンピングカーと初対面です。おはようございます。おはようございます。すごい荷物ですね。はい、これです。かっこいいですね。キャンピングラボさんでレンタルしました。車内紹介をしたいので別の場所へ移動します。最初の感想は低身長には乗り降りが大変そうです。めっちゃ緊張します。青になってるからね。今出発。おー、なんかすごいかっけー。いつもよりテンションが上がります。なんかバス運転してるみたい。すごい。こっから25キロまっすぐです。さすが北海道って感じ。今から3時間半の運転頑張ります。札幌、富良野、美瑛、旭川を通って向かいます。きっとそれは札幌時計台でしょう。場所を移動したのでアミティ C の車内紹介をします。こんな感じです。すごい広い。ここに2人乗れて、助手席と運転席が乗れる感じになってるので、合計6人乗れる仕様になってます。どこに寝れるのかって言いますと、まずこちらがベッドになって2人寝ることができます。フルフラットにこのような感じになりますと。あとはこちらに2段ベッドあります。こちらが寝室になってます。こちらの天井をメインで使っていこうと思ってます。実際に寝転がってみます。こんな感じで寝転がれますと。コロコロコロ。2人寝れるくらいのスペースはあります。1人で寝るには本当にすごい十分すぎる広さです。いいね。ここで寝るってすごい楽しそうって感じ。楽しみ。一番感動したのがテレビっていうのをつけると、こちら車の中にいながらテレビを見ることができます。今まで車中泊を経験した私からすると二次元の世界だなとびっくりしました。こちらで水道も使えるんですけど、冬季の間は凍結するため使用不可ということでした。冷蔵庫も電子レンジがあります。こういうのもあるので本当に生活ができるなと思いました。なんといってもこちらの FF ヒーターがついてます。これがついてるので冬場でも暖かく過ごせますと。後部座席の下から暖かい空気が出ています。充電方法は外部充電、ソーラーパネル、走行充電があります。北海道旅の相棒、大切に使います。それでは旅再開です。
腹が空いたので軽食を求めに来ました。よいしょ。道の駅鶴沼。揚げ芋初めて聞きました。揚げ芋を一つお願いします。ありがとう。ありがとうございます。興味本位で頼んでみました。いただきます。中にじゃがいもが入ってる。すごい。調べると北海道名物らしいです。想像以上に美味しくて運転頑張れそうです。北海道は道の駅の数が最多です。なのでついつい寄ってしまいます。道の駅スタープラザ芦別。最近の推しシマエナガちゃん大量発生してました。買っちゃいます。ゲットしました。かわいい。めちゃくちゃ嬉しそうです。うっすらした雪がだんだん増えていき、4月とは思えないほど一面雪景色に変わりました。まるで冬景色。わあ、4月とそろそろかな。福岡では桜が咲いていたので不思議な感覚です。富良野にようやく着きました。雪に興奮して退屈することなく運転できました。ジェットコースターの道。前回は夏に来ましたが、全く違う景色になりすぎて別世界に来たようです。まさか4月にこんな雪を見れるとは思っていませんでした。いつか雪景色の富良野を見たいと思っていたので叶ってよかったです。今から昼ご飯を食べに行きます。純平。美瑛の B 級グルメの純ドッグのお店です。純ドッグの中のエビフライを食べられます。エビ丼とチーズチキンロールを頼みました。エビフライの大きさがすごい。健康のためいつも野菜から食べています。久しぶりのエビフライです。エビ自体が大きく身がしっかり詰まっています。チーズチキンロールはチーズがトロトロで美味しいです。土日は昼前に完売することもあるそうで、とてもラッキーでした。
揚げ物なのでどんとお腹にきました。お腹のガソリン満タンで行ってきます。よいしょ。九州ではなかなか見られない雪景色に感動しっぱなしです。冬の青い池を見に来ました。寒いですがいい天気です。ああ、真っ白と青い空が素敵。青い池は全面結氷してました。前回来た夏とは全く違う場所のようです。雪の踏んだ音がすごく好きです。4月でこんなに雪が積もってるとは思わずびっくりしました。少しずつ暖かくなってきたのか溶け始めていました。まるで雪原のよう、とても幻想的で美しいです。雪を見慣れていないのでウキウキが止まりません。隣を流れる美瑛川は前回のように美しい青で輝いていました。四季折々で異世界の景色を見せてくれる北海道。やっぱり北海道が大好きです。今日の最終目的地旭川へ向かいます。もう夕方になるので温泉へ入ります。退職祝い旅なので今回は奮発して毎日温泉に入ります。今日は1日目で、今日は旭川で一泊するので、旭川のスーパー銭湯に入ります。どんな温泉だろう。森のスパ神楽、入浴料は大人700円で追加料金を払えば岩盤浴にも入れます。すっきりしてきました。お風呂は9個ほどあって露天風呂は厚めでした。おかげで芯から温まって全く寒くないです。結構厚めの温度ですっかりとのぼせてしまいました。いろんな種類の温泉があってとても良かったです。今から晩ご飯のはずでしたが、昼ご飯が遅かったのでお腹が空いていません。軽食を買って車で食べることにします。サラダとおにぎりを買いました。小雨が降ってきたところで道の駅に着きました。道の駅当麻、明日は網走へ行くので旭川から30分ほどの場所まで来ました。今日が初めてのキャンピングカー泊です。ワクワクで寝れるのかな。
運転席から見えるので目隠しをします。車に机と椅子があるなんて落ち着きます。割引になっていたもつ焼きとおにぎりを買いました。あとサラダも。実はずっとコレステロールが高いので健康にはすごく気を使うようになりました。野菜を最初に食べれば罪悪感は半減です。車内は静かでリラックスできます。もつ焼き食べてみます。スーパーを舐めていました。美味しすぎてお箸が止まりません。おいしい。おにぎりには肉団子が入っていました。おいしい。少し食べたらお腹が空いてきました。お腹はわがままです。うまっ。車通りは割とある道の駅でしたが、車内は私の生活音しか聞こえないほど静かな空間です。4月の旭川の夜は0度近くまで下がりました。寒すぎて我慢できず FF ヒーターに頼ります。5分で車内はポカポカになりました。ここは本当に車の中って思ってしまいます。車中泊旅の朝は早くからの行動が大事です。パジャマに着替えてもう寝ます。なんだか屋根裏部屋みたいでワクワクします。上の部屋にも窓がついています。秘密基地みたいで楽しい。初めてのキャンピングカーの夜、ワクワクを抑えて明日に備えます。おやすみなさい。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画いかがでしたか？まさか4月にもこんなに雪が積もってるとは思わず、北海道来てよかった。チャンネル登録、高評価、コメントとっても嬉しいです。次回も北海道の大自然をお見せいたします。もつみでした。